メロンパンが本当に大好きで。メロンパンじゃなくパイナップルパン。なんでですか？じゃあなぜメロンパンの名前ですか？見た目ほらメロンじゃん。見た目はパイナップルじゃん。日本と台湾のパン事情です。はい、イエーイ。大家好、ジョエル福澤さんとお伝えする台湾ビズ。今回は日本と台湾のパン事情です。はい、イエーイ。実は台湾では日本のパン人気だそうですね。そうですね。昔からもうずっと日本のパンが台湾に人気あります。台湾のパン好きの人はね、もうちゃんと日本でなんか勉強するとか、それで日本のパンの原料でちょっとそのまま台湾に輸入するの場合もあります。あ、そうなんですね。はい。私はメロンパンが本当に大好きで、子供時代毎朝メロンパン食べてたんですよ。嘘？そう、月曜日から金曜日までメロンパン朝ごはん。すごい。で1個好きなものハマるともう1年ぐらいそれでいけるんですよ。あ、そうなんですか。そうだから朝ごはん毎日メロンパンの時期があったんですけど、子供の時ポケモンシールが流行ってまして、はい、ポケモン世代なんでですね、はい、ポケモンシールがついたメロンパンっていうのがスーパーに売られてまして。なるほど。はい、でそのメロンパンを毎日食べてシールを集めてっていうのをやってました。私はね、ドラえもん世代だから。ドラえもん世代だいぶ上ですね。失礼だね。でこのメロンパン、はい、違う呼び名があるんでしょ、台湾では。台湾はね、メロンパンじゃなくパイナップルパン。なんでですか？じゃあなぜメロンパンの名前ですか？メロン味だからじゃないんですか？メロン味。台湾人はね、見た目が大事だから。見た目ほらメロンじゃん。見た目はパイナップルじゃん。いや待って、丸いんだから。丸でこう網目があるから。いや、パイナップルの方がもうそれでもうやっぱりパッて見てもすぐ四角になってる。まあそうですね。そうだから台湾人はメロンパンじゃなくパイナップルパン。吉村さんがメロンの味があると言ったんけど、でも全然私はね、そういうメロン味がないと思います。はい。メロンパンとパイナップルパン言ったらどっちがいいですか？メロンパン。絶対メロンパン。頑固だね。台湾ではパイナップルっていうのはこう商売繁盛みたいな意味合いがね、あるからそれもあるのかもしれません。あります。パイナップルの一つは菠萝面包は発音があるし、それも一つは鳳梨という発音もあるんですよ。鳳梨のなんか台湾語としては音来という発音があるんですよ。音来というはやっぱり音はグッラッキー。ラッキーという意味なんか来は来る。だから音来というのはやっぱりたくさん幸運のことが来るという縁起がいいの言葉だから、台湾料理屋さんはね、2つ赤い、ちょっと上の方が緑、はいはい、それがパイナップルです。パイナップルをイメージしてる。イメージしてるのそういうものだから、それでもしそれ見たらタイプなんか9割くらいはね、正しいの台湾料理屋さんかもしれないと思います。なるほど。熊本にはですね、美味しいメロンパンありまして、荒尾市に本当に私も大好きな老舗メロンパン屋さんがあるんですよ。で菊池市には七条メロンドームの道の駅っていうのがあって、そこにもメロンパンありますよね。売ってます。美味しいのでぜひ台湾の方にも食べてもらいたいなと思います。であんパンも人気なんですよね。あ、そう、台湾のあんパンも人気と思いますよ。特に小豆のあんパンはね、結構人気があります。はい、あんパンはやっぱ日本の文化から来てるんでしょうかね。そうですね。でも日本のあんパンの方がちょっとなんか1種類とか2種類くらいしかないじゃない？そうですね。だいたい粒あんかこしあんかぐらいな。台湾の中身の方はたくさん入れるんですよ。小豆とか、それでちょっとカスタードも入れるし、それでチョコレート。あんとチョコレート。そうです。甘々ですね。そう、甘々で。それでもあります。だからいろいろ入りますよ。中のそういうあんとしては。だから逆に台湾の方は結構多彩がありますんですよ。そんなのがあるんだ。今日ちょっと上通りに行ってまして、上通りといえば宝楽まんじゅうさんがあるんですね。でこれ回転焼き、っ
って呼ばれるものご存知ですか？こういう丸の。で一部の地域では今川焼きとかいろいろ呼び名があるんですけれども、皆さんこれはね一番崩落まんじゅうですね。熊本はね一番庶民的なおやつです。で貼りましょう。はい。こんにちは。はい。白あんと黒あんが一つずつでお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。書いた。で、これは白あん。まずこれはね、東京の方は今川焼きと言ったんですけど、で台湾の方はそれでダンゴンアピアンと言わました。じゃあ内容はどうかなと。黒あんです。はい、こういう感じ。うわー、すごい。すごい。ほかほかしてる。そうですね。ほかほかしてます。粒あんですね。はい、そういう感じです。はい。じゃあ次は、もう一つは白あん。はい。じゃあ白あんどうかな。じゃーん。こういう白あんです。うわー。食べてみましょう。白あんはね、インゲン豆ですね。じゃあ、ありました。台湾の方はパスタが入りますけど、そういう白あんが入ってないけど美味しい。次は黒あん。黒あんはやっぱり台湾語で本当アンタワピンという名前もあります。ちょっと甘いだけど、それでお茶があります。それでちょうどいいと思います。で、さっきは白あんよりちょっとつぶつぶそういう感じますので、だからもし食感が欲しいの人は黒あんがおすすめです。じゃあどうぞ楽しみにしてください。どっちが好きですか？私の方がやっぱり黒あんの方がいい。食感がもうちょっとつぶつぶありますから、ちょっと存在感があります。そういう感じなんですよ。はい。粒あん派。そうです。美味しいですよ。ぜひおすすめです。ちなみに私は白あん派です。一番初めに作った人が、水俣で養蜂もされてたんですよね。でそれを使って何かおいしいおまんじゅうとか、おいしいものを作れないかっていうことで、市場の方で今川焼きですかね、今分かりやすく言うとその中に蜂蜜を入れて売り出したところ美味しいという評判ができてまして。なるほど。で蜂が喜ぶまんじゅう、みたいな感じで屋号が崩落まんじゅう。なるほど。になりました。でもちょっと一つはね、ちょっといたずら感もしれないと質問があるんですよ。いいですか？いいですよ。それでそういう崩落まんじゅうの方がもう例えば東京の方は今川焼きって調べたんですよね。どう思いましたか？どっちが正しい？いや、いたずらですから。全部正しい。全部正しい。地方場所によって呼び名が違う。じゃあどっちが好き？自分ですか？そう。私はもう崩落まんじゅう。もっと大きい声でお願いします。崩落まんじゅう。そういうことです。はい。Thank you。いえ、はい、ありがとうございます。はい。崩落まんじゅうは熊本で愛される伝統的なおまんじゅうなので、みんな黒あん派か白あん派か、これはすごく分かれるんです。私は黒あん。私は白あん派なんですけれども、やっぱここが結構熊本の人たちに聞くと面白いかも。熊本の日本人に崩落まんじゅうのまんじゅうは黒あん派ですか白あん派ですかって聞いたりしたら話が盛り上がるかもしれません。それいい話ですね。はい。そう、すごく地元っぽい愛されてるからすごく話のネタにいいと思います。中にもちょっと休憩できますよね。そうですね。すごく昔ながらの
ホッとできるね。ありがたいですね。で夏の方はまた別の。そうそう、夏はコバルトっていうかき氷を置いてまして、これがすごく美味しいです。いやだから今回はね11月からもうそれでかき氷がないから、また夏の時はね必ず食べます。暑い熊本の夏をひんやりしたかき氷で、それがもう美味しいと思いますよね。他は何かあったりします？台湾で。パン？そう、日本から来たかなというパン。食パンでわかります？はい、食パン。台湾語でそのまま食パン。あ、食パン。そう、食パン。もともとは食という台湾語の発音は安い。へえ。安いの意味なんですよ。だから子供の時ずっとそういう食パンの方が多分何でもあんがないから、安いパン安いパンと思ったんですよ。で仕事入ってそれで日本来てで食パンだから安いパンじゃない、要するに食べるのパン、食パンとこういうことがね分かりました。大体2、3、4年前、生食パンのそういうトレンドがありますでしょ。ありましたね。全然安くないですよ。高いよね。高いよね。台湾も生食パンという、トレンドまたやってます。日本もやってますよ。台湾にもなんかちょっと生食パンの専門店もうやっぱり結構儲かるんですよ。それがもう一つの日本のパン文化の影響かもしれないと思いますよ。日本のパン文化が台湾に輸入されたと。そうなんですよ。だからいやこれがもうなぜなんか西洋のパンが日本でなんかちょっと確かにそうそれでもう不思議と思わない？不思議ですね。はい、だからこれがもう面白いですよ。確かに日本人のパンへのこだわりっていうのは強いかもしれませんね。ですよね。子供から台湾でなんか日本式のパン、例えばあんパン、それで食パンでいろいろパンが食べたんですけど、それで海外留学する時はバンクーバーの方行った時はね、フランスパン、バケはねなんかそれは硬い、ありえないと思ったんです。これはパンじゃないと、それで欧米の友達はね、ごめんなさいね、これが本当のパンですよって今まであなた食べたのパンはこのパンの子供ですよってそうですね言われたんですよ。だからそれも面白い話題になったと思います。私生食パンの文化は多分ご飯から来てるんじゃないかなと思うんですけどね。生食パンね。はい、生食パンほらもちもちしてるでしょ。日本のご飯ってもちもちしてるじゃないですか。だからこのもちもちをパンにもっていうところから生食パンができたんじゃないかなと個人的な見解としては思いますけど。これありと思いますよね。ほら水分が取られるじゃん、硬い食パンだと。でももちもちした食パンだと米に馴染む日本人にいいんじゃないかなって私思ったんですけどね。日本文化が生んだパンですね。そうですね。私もうちょっと一つ日本のパンがね気になるのも今までまだ台湾がない。焼きそばパン。へえ、ないんだ。ない。焼きそばパンなし。それ組み合わせはねあまりなんかそれで想像できない。台湾人が？台湾人が。だってパンの方がでんぷんでしょ。そう。麺の方もでんぷんでしょ。でんぷんプラスでんぷん。なんだそれこれ。そば飯って流行ったんですよ一時期。そば飯はね。ご飯の中に焼きそば。ある。はい。だからそういうイメージですよ。焼きそばパンも。じゃあ今度ちょっと焼きそばピザ。開発すれば美味しそう美味しそう。嘘。ちょっと美味しそうで美味しそう。お好み焼きの感じですよね。はい。だって広島焼きと一緒じゃない？確かに。そういう感じになってるんですね。熊本の場合はネギパンっていうのがあるんですよ。高校生が開発した。ネギパン？はい。どの感じ？ネギが入ってるパンです。いや私ネギ大好きだからどこ売れる？売れてますよ。じゃあ私もうちょっとネギパンぜひ熊本で食べてみてください。食べたいこれは。今は台湾のパン屋さんです。で台湾のパン屋さんは
日本のパン屋ちょっと似てるんですけど、でもネギパンはちょっと違う。これはネギパンです。熊本、ハンバーガーのなんかそういう消費量が、そう日本一なんですよ。本当？そう。なぜ熊本の人はハンバーガー好きですか？そこがわからない。本当にわからないんですけど、なんでかなっていう感じですね。土日結構ハンバーガー屋さんに行列できたりとかして。あ、そうですか。はい。いやだから熊本来るの方がもうやっぱりハンバーガー食べるなきゃね。いっぱいありますよ、おすすめの店。あ、本当？はい。吉間さんがハンバーガー食べ方はどういう感じ？これですよ。私はね、それできません。こうなんかこうちょっとこう袋があるんですよ、こうデカめの。それに入れてこう食べる。それもできません。できないですか？こう押しつぶしてこう。そう。私の食べ方はね、絶対なんかハンバーガー屋さんはね、見たらもう絶対怒ってると思います。ダメですよ、こう一個ずつバラバラ食べたら。よくわかりますよね。もう私はね、食べ方はね、バラバラで食べるんですよ。バラバラ食べると美味しいですよ。いやいや、マッチするから美味しいんですよ、一個が。いやじゃあ皆さんなんかそれでハンバーガーの食べ方はね、あなたはどの派でもう下のメッセージがね送ってください。コメントに寄せてください。お願いします。私はねバラバラ食べる理由があります。最近はねハンバーガーはねでかしすぎと思わない？まあね、そうですね、トレンドになってますよね、でっかい。そうそれでハンバーガーの方がもう美味しいの方は一番上のパン。パンですか？肉じゃなくて？いや、一番美味しいのはパンなんですよ。パンは最初はねパンのチェックなんですよ。パンはね焼けるのがそういう加減、ちょっと考えなければいけないですよ。パンの上からちょっと少しだけで、これが固形のところとなんかやっぱりちょっと焼きの加減の方がちょっと良かったならこれが食べる。で次の方が玉ねぎとかもそれありますじゃない。それ少しずつ新鮮だなと食べて、真ん中でお肉があるでしょ。お肉がもう少しなんかナイフつけて優雅で食べて、それでいいじゃない。それ最後お締めるの方が下のパンがあるでしょ。下のパンのもうすべて例えば肉汁置いてます。締めてからそれ食べる、もう上とパンと下のパンが味が違うじゃん。だからそれがそれぞれ食べるの方が美味しいと思うんですよ。私だからいつでもなんかそれでハンバーガー頼む時はね別々で食べて一緒に食べた方がこうマッチして美味しいんですよ。それを考えてやっぱ作られてますから。そうなんだ。店の方もやっぱりこう肉に合うパンとかね。でもほら吉村さんはもうやっぱりすごく優雅のなんかそういうレディースからそれ食べてもうちょっと見た目ちょっと良くないじゃない？良くないですよ。大丈夫？だらだら垂れるかもしれないけど。ですよね。だからいや今日中継がハンバーガーの中継があってて、ここにこうアナウンサーがこうマヨネーズがこうちょっとついてたんですね。したら台湾では絶対にこれはアナウンサーはしないって言って、それが可愛いじゃんっていう。いやこれはね台湾と日本はちょっと違うですよ。やっぱり食べる時はもうちょっと優雅でね。食べる方がいいじゃないとだらだらでちょっとおかしいなと思う。すごいやっぱこう豪快に食べるのがこう可愛いですよ。なるほど。最初のデートでハンバーガーはいかないですね。はい、それは避けます。さすがに。避けますの方が、最初のデートはね、じゃあ最初のデートはね、やっぱり避けるの食べ物は、ハンバーガー以外また何かありますよ。焼肉とか。焼肉。いや伊勢エビ。伊勢エビ。伊勢エビの食べ方はね、結構汚いですよ。それが一つ。もう一つは絶対大事な方は鶏肉は、もう食べる時は特になんかそれでナイフとなんかそういうフォークはね使う時はねなかなかやりにくいじゃない。まあね、台湾のこう鶏の手みたいなのはちょっと食べづらいですね。ですよね。ホロホロになってるやつね。そうですね。だからこれがねもう絶対デートの方がねもうちょっとしない方がいいと思います。私は熊本と台湾のニュース発信しますので皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。